皆さんこんにちは、今日はですね小田原にある加藤兵太郎商店さんに来ています。こちらは西湘唯一の味噌メーカーで創業170年以上ということで、今回は小田原の老舗味噌メーカーの工場に潜入。健康食品として再注目されている味噌、どのように作られているのか一緒に見ていきましょう。そして案内をしてくれるのが、こんにちは。いらっしゃいませ。こんにちは。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。7代目の加藤敦と申します。お願いします。加藤さんは味噌ソムリエ、味噌製造技能士2級、味噌丸マスターなどの資格を持つお味噌のスペシャリスト。味噌作りの傍ら、味噌の正しい知識や魅力を広めるために小田原市を中心に講演会や味噌作り教室なども積極的に行っている。ということで、今回は小田原で170年以上続く老舗味噌メーカーの工場を調査。加藤兵太郎商店の歴史から味噌作り、そして量り売り味噌の買い方まで、味噌の魅力を分かりやすくお伝えします。ドン味噌イット、ドン味噌イット。それでは早速歴史について。加藤兵太郎商店は1850年に精米所として創業。そして2代目の頃に米麹事業を始め、味噌作りを開始したのは大正6年、3代目の頃から。味噌のブランド名は昔からイーチ味噌を使用。味噌作りは100年以上ですね。味噌屋って古いところしかないんで、全然100年ぐらいはもう普通ですね。小田原だったら普通にスーパーとかでも買えるんですか？売ってます。ほとんど逆に置いてないスーパーはほとんどないんですよ。小田原の味噌屋だってことを知らないで買ってる方実は結構多いです。大体小田原にいる人は普通に知らずに口にしてるような。そうですね。こちらの味噌はスーパー以外でも小田原市内のラーメン屋などなどいろいろなところで使われています。では実際に工場の中に入ってどのように味噌作りをしているのか、その一部を見ていきましょう。と早速登場したのは大きな装置。これ大豆の蒸し釜ですね。蒸し釜。はい。圧力釜になってまして、はい。一般的には大豆は煮たり蒸したりすると、4、5時間かかるんですね。はい。なんですけど、うちのは圧力で蒸すんで、1時間ぐらいで蒸し上がります。これなんか蒸す方がいいんですか？茹でるより。それはね、よしあしあるんですけども、蒸す上に圧力をかけるんで一番うまみが残りやすい仕組みですね。長時間煮ると煮汁の方に大豆の味が出ちゃうんです。そうなんです。それが白くなるんですよね。色も抜けちゃうんだ、味と色も。で色はでも抜けた方のが照りが出て、色としたくすみがなくなって、見た目はね美味しそうに見える。どっちを取るかっていうので各社それぞれの考え方でやってます。うちの味噌はね、一般的に見ると色はねそんなによくは見えないんです。だけどそれは方向性ですね。うちは味の方を気にしてるっていう感じです。だいぶ年季が入ってるような感じは。そうですね。圧力釜って検査を受けなきゃいけないんですけども、その検査員が来るとこの古い仕組みを見てすごいびっくりするんですよ。神奈川県では最古らしいです。しかし暑いですね。そうですね。工場内は全く冷房がかかってないので。そうなんです。夏は暑くて冬は寒いんですよね。エアコンがないのは機械から発生する熱や蒸気を逃がす隙間を作る関係で、エアコンがほとんど効かないため、味噌ファースト。さて、味噌のメイン大豆がここで蒸されて、あとは何が必要なんでしょう？味噌は大豆は皆さん分かってますよね。あと塩。この2つは大体想像つくんですけど、あとね、米麹。これを結構知らない方がいて、で米麹って聞いてもいまいちピンとこない方も多いでしょうし、お米なんですよね。まず原料としてはお米で、お米に麹菌をつけたものを米麹という言い方をします。お米を餌にして成長していく菌。麹味噌って聞いたことはありますけど。そうですね。麹味噌っていうとなんかそれだけが麹が使われているように感じちゃうんですけど、そうじゃなくて米麹を多く使ってますっていうだけの味噌なんですよ。なるほど。多く使ってるってだけ。
他も実は米麹は使われてるんで、全部に麹は入ってる。麹多め味噌ってことです。本当はそうなんです。それを略しちゃってる。ああ、なるほど。続いて米麹を作る作業を見ていきましょう。2階に上がります。さてこちらが米麹を作るためのお米がちょうど蒸し上がったところ。米の粗熱を取る作業をしているのは小泉さん。これは大変そうだ。これで何合ぐらいあるんですか？何合とかそんなレベルじゃないんですか？900キロ。そもそもなぜ味噌作りに米麹が必要なんだろ酵素をはい。生み出す元になるんですね、麹菌。味噌には酵素が必要で、はでなんで酵素が必要かっていうと、大豆のタンパク質を分解してアミノ酸に変えてくれる作用なんですけど、味噌漬けするとなんかお肉が柔らかくなるとか言うじゃないですか。あれって酵素の力なんですよ。あ、そうなの？高タンパクな大豆を分解させるための酵素を生み出すのが麹菌。米麹が出来上がると酵素たっぷりの物質になるので、はそれを大豆と混ぜるわけです。う。米の様子をじっと見ていた小泉さんがついに動いた。なんだこれ。この機械が稼働したみたい。突如鳴り響く轟音。何も聞こえないので音量を下げてお送りします。こちらはベルトコンベヤーのようになっていて、米を冷やしながら麹菌と合わせる装置。ここに麹菌が入っています。しっかりお米を冷やさないと麹菌が死んじゃうみたいです。お、出てきた。上から蒸したお米を送り出し、ベルトコンベヤーで冷やされて麹菌と合わさり、その後発酵していきます。できたばかりの米麹はまずこちらで寝かせます。2日目は降りたところにあるこちらの装置を使用。これが麹を育てるための、いわゆる業界的には生育機械って言ったりするんですけど、はい。5、60年ぐらい使ってるのかな。ずーっと使ってます。米麹は発酵段階で熱を発します。そのままだと自身の熱で菌が死んでしまうので、生育機械に入れ温度と湿度を管理しながら米麹を成長させていく。大豆蒸して、で米麹作って、で用意しておいた塩と混ぜて、でようやくこう味噌の素が出来上がる感じ。完成した味噌の素が保管されている部屋へ移動。いや、もう広すぎてね、迷路みたいなんですよね。こちらが味噌の素が眠る保管庫、もしくは醸造室と呼ばれる部屋。すぐ食べたらどんな感じなんですか？全然美味しくないです。美味しくないですか？ゴリゴリしてるしょっぱい大豆。あ1ヶ月もするとそれっぽくなります。あ、ちょっと柔らかくなって。でこうやって木桶がバーッと並んでるんですけど、うちは28本使ってます。あ、そんないっぱいあるんですね。そうですね。どこにここに並んでるのは自然の環境で、熟成させてても問題ないもの、ちょうど都合のいいものを出してて、温めたり冷やしたりしたいものはこの部屋の中に投入してます。これ10部屋あるんですけども、はい。10部屋にそれぞれに2本ずつ。あ、2つ入ってるんですね。この部屋はボイラーの蒸気熱を管に通したり、井戸水のクーラーによってそれぞれの部屋ごとに温度調節が可能。ここで気になるものを発見。これは何ですか、このグラフは？これは味噌の品温、味噌に温度計を挿してで測ったものをここに書いてるんですよ。出た数字。これ全部にあるんですね。全部やってます。味噌の出来上がりってこの温度次第なんですよね。外気温が高いからといって別に。そうなんです。うちみたいにこういう2トンとか、そういう単位で作ってるとですね、例えば1日ものすごい暑い日があっても、意外とね、例えば20度だったものが、
丸1日30度の環境に置かれても翌日ようやく21度とかになってるレベルなんですよ。意外とその外気温に左右されないんですね。イメージしたより低かったとか高かったっていうのが存在するんで、こうやってちゃんと味噌の温度を測って管理する、これが大事になります。最近ではステンレス製の桶を使う味噌メーカーも多い中、木桶を使い続ける理由とは？これで何年ものとかあるんですか？なんかうちは酒蔵さんから譲り受けたらしいんですよ。すでに酒蔵が3、40年使ってたものを、もともとお酒を作るためにあったもの。そうなんです。味噌屋ってね、結構そういうところが多いらしくて、そこから加算していくと90年ぐらいは使われてるだろうというふうに言われてます。私たちが認識している木桶のメリットは、まず木は通気性がある、味噌って実は菌の、働きで出来上がるものなので呼吸してるんですよね。木じゃないと、呼吸できないので、木桶の方が、発酵が活発になるって言われてる。木は熱伝導性が低いんですね。ステンレスとかだと結構その外気の影響を受けますので、温度が上下しちゃうんですね。なるべく一定の方が味噌には。1年通して暖かい時期と低い時期を味合わせた方が味噌は美味しくなるんですけども、激しい変化は好まないんですよね。ゆっくり変化させたい。なのでそういう意味で言うと木桶は向いてるんですね。味噌って何ヶ月ぐらい寝かせるんですか？うちの淡い味噌の代表的なのは白味噌っていう商品はい。なんですけど、それだと3ヶ月ぐらいですね。はあ、3ヶ月。赤とかだと。赤だと10ヶ月前後。白と赤の差っていうのはその寝かせる。そうです。寝かせる時間で色が濃くなっていくんですね。あれどっちがしょっぱいんでしたっけ？しょっぱさは実は色とは実は関係ないんですね。そうなんですか？はい、なんか赤の方がなんかそうしょっぱいと赤くなるっていうわけではなくて、赤味噌にするならしょっぱく作りがちなんですよね。いや別に特に塩分が高いわけではない。そうです。うちの場合は仕込んだ時は全く同じものを白味噌にしたり赤味噌にしたりっていうことになるんで、塩分濃度は全く一緒です。あ、そうなんですね。西京味噌って京都にありますね。はい。あれは本当に甘さがすっごい前面に出てくる味噌なんで、色が白いイコール甘いみたいな、ああいうのから来てるイメージかもしれないです。そうですね。それあるかもしれないですね。最後の工程、梱包作業をしている場所へ移動。この日に作業しない工程も多く、今回ご覧いただいているのは味噌作りのほんの一部だと思ってください。あしからず。さて、こちらが味噌の梱包をしている作業所。これですね、この小さいタイプの。そうです。本当に一個一個手詰めするんで、手間は大きいのと変わらないんですよ。この作業を担当しているのは山内さん。話し方はゆったりしているのに手さばきは早い。山内さんの提案で味噌を詰めているところを見せてもらえることに。微調整をしながら足の操作で味噌を出す。これもかなりの熟練技だという。山内さん、ありがとうございました。味噌作り一連を見たところで、工場を出て蔵元直売所の方へ行ってみます。直売所内は味噌の量り売りとパッケージのお味噌。僕の大好きな梅味噌もあった。せっかくなので量り売り味噌を買っていこうか。これどうやって購入すればいいんですか？特に容器がない方はうちの、簡易袋に入れてお渡しするんですけども、タッパーをお持ちいただければタッパーにお詰めします。奇跡的にタッパーを持っていたのでこちらに入れてもらう。人気なのはどちらですか？一番売れてるのは白味噌ですね。やっぱり白味噌。お味噌汁にいいみたいな。どれもお味噌汁には向いてるんですよ。相性のいい具材とかは多少違ってきます。
量ってどれぐらい買えばいいんですか？買えばいいっていうのは難しいけど、目安としては 500g から 1kg あれば1ヶ月から2ヶ月持ちますので。味噌ってどれぐらい持つんですか？一応賞味期限としては半年。あ、そんなに持つんですよ。はい。ただ正直これ賞味期限なので、は別にそれ過ぎても食べられなくなることはないです。い。冷凍はしちゃまずいですよね。いや、冷凍して大丈夫です。むしろ一番好まれるのは冷凍ですね。味噌って冷凍しても凍らないんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです。シャリシャリするくらい。いや、シャリシャリもしないですね。ちょっと硬くなるぐらい。あ、じゃあそうすればもっと持つは持ちますね。半永久的に食べられます。あ、常温でも半永久的に食べられるんですよ。一応その買った時と味が変わっちゃうっていうのが賞味期限の意味なので、白味噌買ったのに半年後に赤味噌になってますよって。なので一応その味変わっちゃってるんで、まあ半年で設定してるっていうだけなるほどですね。こうやって香りを確認して買えるっていうのがちょっとそうですね。良さかもしれないで、ですね。買って気に入ったらこちらのではい、お友達に送るとか最高ですよね。そうですね。今時味噌を人に送るってちょっとねこじゃれた感じなんですよ。量り売りってなんだか楽しいですね。駐車場もあるので気軽に立ち寄ってみてください。直売所特典として500円で1ポイントつくポイントカードがあって、10ポイントで好きな味噌 500g と交換できる。これ常連のお客さんにはすごい評判だそうです。さらに蔵元直売所で販売している夏にぴったりのスイーツがこちらの味噌ジェラート。八ヶ岳の素材で作るジェラート屋さんイエティジェラートとのコラボ商品。はっきりと感じる味噌の味と優しいアイスの風味がマッチする一品。ぜひ。ということで今回は以上。加藤兵太郎商店の皆様、撮影にご協力いただきありがとうございました。知らず知らずにいいものを食べている相変わらず贅沢な町小田原からお届けしました。銀次郎でした。